こんばんは。読んだ本について語る本のひととき。ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。いつも聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。長いこと投稿ができず、あっという間に年を越してしまいました。今年は更新頻度を増やしていきたいと思います。ということで、今年最初の投稿は、2025年に読んでよかった本を15冊紹介していきます。単行本が4冊、文庫本が11冊です。今回はランキング形式ではなく順不同となっています。それでは早速紹介していきます。まず1冊目はモリエットさんのデモクラシーのいろは。2025年11月に新潮社から出版された単行本です。気づけばページをめくる手が止まらず夢中で読み終えていました。今作は森さんにとって初めての歴史小説なんだそうです。森さんらしく未来へそっと光を差し出してくれる作品でした。物語の舞台は終戦から間もない1946年の東京。GHQ が日本の民主化を急ぐ中で4人の少女たちを集め、ある実験が行われます。それは衣食住を保障した上で民主主義という考え方を教えることができるのかというものです。このタイトルから少し難しそうとか堅苦しそうって感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、全くそんなことはないんです。会話のテンポがとても良くて、登場人物たちの表情や言動が可愛らしかったり破天荒だったりして、とても生き生きと描かれているんですね。ユーモアもたっぷりで、思わず笑ってしまう場面もあれば、読み終えた後に静かに胸に残る場面もありました。集められた4人の少女たちは、育ってきた環境も性格も抱えている事情もそれぞれ全く違います。そんな彼女たちに民主主義を教えるのが、アメリカで育った日系2世の青年、リュウさんです。突然教師という立場を任されることになったリュウさんの複雑な思いと、戦争を生き抜いてきた少女たちの人生が重なり合いながら、物語は次々と予想外の展開を見せていきます。授業の場面では、民主主義とは何かという問いが、日々のやりとりや選択を通して体験的に描かれているので、読んでいる私たちも自然と民主主義って何だろうと考えさせられるんです。またこの物語には、ある一つの仕掛けが用意されています。それが物語全体に静かな方向性を与えていて、4人の少女たちが学んだ後、この先どうやって生きていくのかが見どころとなっています。作中では戦争という時代の中で知らず知らずのうちに背負ってしまった重さや、簡単には言葉にできないような葛藤というのも描かれているんですね。その影が静かに胸に残るからこそ、もう何も知らなかったでは済ませないようにと、自分の意志で未来を選び取ろうとする少女たちの姿がとても力強いです。物語全体を通して伝わってくるのは、自分の頭で考えることの大切さです。世界が揺れ動く今だからこそ、まっすぐ響いてきます。読んでいて、加納智子さんのカーテンコールに少し似ているところもあるかなと思ったので、そちらが好きだった方にも刺さるんじゃないかと思います。そして森さんの三日月にも通ずるところがあるということなので、私はこちらまだ積んどくになっているんですが、今年はこの一冊読みたいと思います。ということで、一冊目はモリエットさんのデモクラシーのいろはでした。二冊目は柚木麻子さんのランタン。2025年7月に出版された文庫本です。先に紹介したデモクラシーのいろはと少し重なる部分もあって、2025年の読書の中で
良い巡り合わせだったなぁと感じています。柚月さんは女性同士の関係性や心の奥にある揺らぎを描くのが本当に巧みな作家さんですね。どこか海外少女小説のような雰囲気もあったりして、以前少し紹介した本屋さんのダイアナにも若気の案を思わせる空気感がありましたが、こちらのランタンにも柔らかさの中に凛とした芯のある世界観が広がっています。この作品は女子教育の基盤を築いた河合道さんの波乱万丈な人生と教え子であり、後に強い絆で結ばれていく渡辺ゆりさんの物語です。良妻賢母という価値観が色濃く残る時代に、女性も一人の人間として自由に学び、考え、生きるべきだと信じ、教育の場を作ろうと奔走したみちさん。そんなみちさんの留学時代の経験や、学校を立ち上げるまでの苦難、そしてこれまでの歩みが次の時代へとどうつながっていくのかが描かれています。この作品から私たち女性が当たり前のように学校へ通い、自分の意思で未来を選べるようになった背景には、こうした女性たちが未来のために道を切り開いてくれた歴史がある、そのことを改めて実感させてくれました。みちさんは恵泉女学園という学校の創設者でいらっしゃいまして、ゆずきさんご自身もこの学校の卒業生ということもあって、みちさんへの敬意や愛情が物語の随所から伝わってきました。時代の流れの中で考え方の違いから旧友と対立したり、資金不足や戦時協力への葛藤など、数々の困難が待ち受けているんですね。それでもその歩みの中で、みちさんの人生には、ふと手を差し伸べてくれる人との出会いが重なっていきます。作中で何度も語られるシェアという言葉が象徴的です。作中には新渡戸稲造さんや平塚らいちょうさんなど、各界の著名人が数多く登場しています。少し矢継ぎ早に感じる場面も多少ありましたが、時代の広がりを感じさせてくれる楽しさもまたありました。そして海外少女小説のような描写にも私は心が躍りました。ドレスや食事、クリスマスといった行事などが生き生きと描かれていて、目を輝かせる学生たちの姿に、みちさんが未来へつなぎたかったものはここにあったんだなぁと感じます。この作品は女性が道を切り開いてきた歴史に興味がある方や、海外少女小説が好きな方にも刺さるかなと思います。光を受け取り、また次の誰かへと手渡していく。そんな思いに満ちた美しくて力強い物語でした。ということで2冊目は、柚木あさこさんのランタンでした。3冊目は、梨木かほさんの家森奇譚。2006年に新潮社から出版された文庫本です。タイトルとカバーからなんとなく時代小説かなと思っていたんですが、読み心地は現代風で、だけどどこか古典の香りが漂う文体と昔話のような和のファンタジーが広がっていました。私は特に主人公のありのままを受け入れるその姿勢にすっかり心をつかまれてしまいまして、いつまでもこの世界に浸っていたくなる作品でした。そして2025年9月には同じく新潮社から近藤陽子さんによる漫画も出版されています。小説の中では植物が擬人化されていたり、想像上の生き物たちが登場しているので、これが絵ではどんな風に描かれているのか、こちらも気になっています。物語の主人公は若き文筆家の綿貫さん。明治の時代、亡くなった友人の家を管理するために、そこに住み始めるところから物語が動き出します。庭には四季折々の草木が息づいていて、
季節の移ろいや草花の描写がとにかく美しいです。読んでいるだけでふーっと深呼吸したくなるような気持ちになります。また作中では花の精や鬼の子など不思議な存在たちがふらりと姿を現します。不思議と存在するんだろうなぁと感じてしまうその距離感が魅力的です。物語全体に静かなぬくもりが流れていて、この世と霊界、人と自然が柔らかく溶け合っています。私は中でもホトトギスという章が特に好きで、そこに描かれる思いやりの気配に胸が温かくなりました。現代の私たちがいつの間にか見過ごしてしまっている自然の営みの美しさや儚さにそっと目を向けたくなる一冊です。この家森奇譚には冬中歌奏という続編がありまして、前作の空気感を引き継ぎながら、より自然との共生に目を向けた物語となっていて、命とは何か、自然と共に生きるとはどういうことなのかを優しく問いかけてきます。この2作の間は約10年空いているので、もしかしたらまた続きを読める日が来るのかなとついつい期待してしまいますね。そしてもう一冊、村田エフェンディタイト録も合わせておすすめしたい作品です。人種や宗教といった異文化の出会いを通して、人はどこに属し、どう生きるのかという問いが深められているかなと思います。家森奇譚と冬中歌奏を緩やかにつないでいるので、ぜひ家森奇譚、村田エフェンディタイト録、そして冬中歌奏の順で3冊読んでみてほしいです。ということで3冊目は、梨木かほさんの家森奇譚でした。4冊目は木内昇さんの紀ノ国風土記。2025年5月に実業の日本社から出版された単行本です。まず装丁がとても美しいですよね。イラストレーターで絵本作家のマヤマックスさんという方の作品の中から選ばれたそうで、私は完全に一目惚れして手に取りました。この作品は第53回泉鏡花文学賞を受賞していて、新聞や書籍情報誌などでも多く取り上げられているそうです。先ほど紹介した家森奇譚と少し雰囲気が似ていて、植物と人間、不思議な世界観というのが緩やかに溶け合っていて、こちらもとても読み心地がいいです。ただこちらはより時代小説なんですね。読み進めるうちに不思議な存在との出会いや草木や自然の美しさにいつの間にか心をつかまれていました。木内昇さんの作品はこれで2冊目なんですが、いやー好きですね。もっと他の作品も読んでみたくなりました。本作は紀州藩士の息子十兵衛、後の本草学者黒田水山をモデルとした時代幻想譚です。生き物や家族、恩師との温かな交流と成長が描かれていて、季節の移ろいや風土の匂いを想像しながら、草花の生命力とともに鮮やかな景色が脳裏に広がります。十兵衛は師である小原東道の下で本草学を学んでいるんですが、人と話すのが得意ではなくて、なかなか周囲に心を開くことができずにいるんです。だけど草花に対してだけは不思議と心のままに語りかけることができているんですね。そんなある日、草花を採取するために訪れた山の中で天狗と出会います。それからというもの、彼の身の回りでは面妖な出来事が次々と起こり始めるんです。作中には生き物の仕分けをしている十兵衛に対して、己とは異なるものを分かりやすい型にはめようとする。けど生きとるものは
そうたやすくくくれんのよという言葉がありました。育っている土地や生き方も見え方もそれぞれ違うのに一つの型にはめてしまう。そして少し違うと弾かれてしまう。本来は一つ一つ個々がそれぞれの特色を持っているのにそれが見えなくなってしまう。これは植物も生き物もそして人も同じですよね。十兵衛の視点を通して描かれる草木たちはどれも確かな生命力を宿していて、触れて語らい合ううちに見えていなかった自分の姿や人間のあり方までも見せてくれます。この作品には変わっていくものと変わらないもの、人と自然、そして種を超えた存在同士が静かにむつみ合う景色が広がっていました。静かな物語が好きな方や草木に興味がある方はぜひ手に取ってみてほしい作品です。ということで4冊目は木内昇さんの紀ノ国風土記でした。5冊目は星野道夫さんの旅をする木。こちらは1999年に文藝春秋から出版された文庫本です。20年以上にわたって読み継がれるロングセラー作品ですね。私も大切にしたい一冊になりました。著者の星野道夫さんは大学生の頃の出会いをきっかけに単身でアメリカへ渡り、以来20年以上にわたってアラスカの自然とそこに生きる人々を撮り続けた写真家さんです。この旅をする木はそんな星野さんが旅の中で出会った風景や生き物、人に触れ、そこで感じたことを綴ったエッセイ集です。もう読み始めてすぐに、この本に出会えてよかったなぁと思いました。どこか冒険談を聞いているような、絵本を子供たちに読んで聞かせているような、遠い位置にいる友人からお手紙をもらったような、ページをめくるたびに心がふっと緩んでいく、そんな読書体験でした。星野さんが見た風景や感じた温度、光、そして心の揺らぎといったものがそのまま語られるように書かれていて、一つ一つの出会いが胸に響いてきます。北の森の静けさや、凍てつく空気の透明さというのも行間から伝わってくるようなんです。作中では自然の中で生きることの厳しさや命の儚さに触れられている場面もあります。星野さんの言葉に日々を生きているということは当たり前のことではなく、実は奇跡的なことのような気がしますという一節があるんですね。何気なく過ぎていく毎日の中で、今この瞬間や目の前の出会いがどれほど大切なものなのかを教えてくれます。一つ一つのエッセイは私にとっても小さな発見の連続でした。人と自然の関係、命と時間、そして旅とは何か。星野さんは何かを強く主張しているわけではないんですが、ただ見つめて感じ、静かに語りかけてくれます。その語りが深く染み込んでくるんですね。写真家さんならではの見るように書く文章もこの本の魅力だと思います。この本は自然が好きな人はもちろん、忙しい毎日に少し疲れちゃったなという方にもおすすめです。読み終えた後、どこか遠い場所を旅してきたような不思議な余韻が残りました。ということで5冊目は星野道夫さんの旅をする木でした。6冊目は坂本直之さんの雪原の足跡。2023年に大和渓谷社から出版された文庫本です。先ほど紹介した旅をする木の中に坂本直之さんのことという章がありまして、この本や坂本さんについて書かれていたので手に取ってみました。見た目とは裏腹にと言ったら
失礼かもしれませんが、想像以上のユーモアがあって、十勝の牧場で開墾や牧畜を営み続けた暮らしと、山へ向かい絵を描く日々の中で感じた、自然と共に生きることの楽しさや寂しさ、そこで出会ってきた人たちとの思い出、それらがいっぱい詰まっていて、こちらもとてもいい読書時間でした。この作品は画文集と呼ばれる一冊で、絵と文章、その両方が収められています。最初のページにはカラーの絵が10ページ以上続いていて、本文の中にもめくるたびに挿絵がたくさん描かれているんです。その絵がまた何とも味わい深くて、見ているうちにすっかり坂本さんの絵のファンになりました。北海道のお土産としても有名な六花亭のパッケージも手掛けていらっしゃったので、知らず知らずのうちに目にしていたという方もいらっしゃるかもしれませんね。この本にはたくさんのエピソードがあって、どのお話も好きなんですが、特に印象に残っているのは、ポロシリの歌声、又吉物語、そして吹雪の結婚行進曲です。ポロシリの歌声は、昔からの山仲間たちと一緒に、日高山脈の秘境ポロシリや七つ釜カールを訪ねるというお話で、会話からその場の空気感が伝わってきて、もう読んでいてね、まあ楽しいんです。吹雪の結婚行進曲も、もう高揚感や楽しさがにじみ出ていて、淡々と描かれているんですが、どこかなんか面白くて、これはぜひ皆さんにちょっとこの楽しさを読んでみてほしいです。そして又吉物語。これも本当に心に残りました。アイヌの老人又吉さんについて、作中で坂本さんは、命がけのユーモアや愛嬌をすら感じると書かれているんですね。先住民であるアイヌの人々が自然とどう向き合い生きてきたのか、自然の美しさと驚異の中で生きてきた又吉さんの人生をほんの少しだけ垣間見た気がします。季節が移ろい、山の色が変わり、人が暮らし、そして去っていく。そんな時の流れがこの本全体に流れていました。旅をする木を読んだことがある方には、ぜひこの雪原の足跡、手に取ってみてほしいです。もう一冊坂本さんの原野から見た山という作品も読みまして、こちらもね、ユーモアたっぷりで、もう合わせておすすめしたいです。ということで、6冊目は、坂本直之さんの雪原の足跡でした。7冊目は、沢木耕太郎さんの塔。2008年に新潮社から出版された文庫本です。講談社ノンフィクション賞を受賞されています。これは小説でも映画でもない、張り詰めた緊張感や、じわじわと迫ってくる恐怖が文字を通してまっすぐに伝わってきて、あまりの壮絶さにこれが現実なのかと圧倒されっぱなしでした。この作品で描かれているのは、最強のクライマーと称される登山家山野井康さんと、同じく登山家の妻の妙子さん。お二人がヒマラヤの南方、ギャチュンカンという山の北壁に、たった二人で挑んだ登攀の記録です。登攀というのは岩壁や氷雪の壁を登ることなんですね。山野井さんは酸素ボンベを使わず、荷物を極限まで削ぎ落としたアルパインスタイルで、誰も登ったことのないバリエーションルートに挑み続けてきた登山家さんです。作中には寝る場所もなく、酸素も足りず、食事もままならない、生きるか死ぬかという究極の選択を何度も迫られる世界で、その壁にどう向き合い、極限の状況を生き抜いてきたのかが、淡々とだけど非常に濃密に描かれています。山の厳しさや痛み、孤独や焦り、そして狂気にも似た登ることへの情熱、
何がそこまで彼らを引きつけているのか、なぜそこまでして登るのかと、もう何度も何度も問いかけていました。それでも読み進めるうちに、山は彼らにとって単なる挑戦の場ではなくて、生きていることを感じられる場所なのかもしれないと、そんな風に思うようになりました。過酷な登攀には体力や技術だけではなくて、一瞬を見極める判断力や精神力も求められるんですね。お二人はそれがもう桁違いなんです。登る前の厳しい訓練や登山費用を捻出するための質素な生活、絶望しそうな局面でも前だけを見つめている。これが彼らの生き方なんだと突きつけられた気がしました。ノンフィクションだからこそ、山の冷たさも痛みも心の叫びもすべてが現実の声として迫ってくる。その迫力がもう本当にすごい一冊でした。登山や登攀に興味がある方にはぜひ手に取ってみてほしい作品です。この本をきっかけに松永圭三蔵さんのバリ参考とゆいかわめぐみさんの純子のてっぺんも読みました。こちらは登山そのものよりも人の内面に焦点を当てた作品となっているので、ノンフィクションは少し苦手だけど山の世界を覗いてみたいという方にはこちらもおすすめです。ということで7冊目は沢木耕太郎さんの塔でした。8冊目は笹良子さんの紙つなげ。彼らが本の紙を作っている。再生日本製紙石巻工場。2017年に早川書房から出版されたノンフィクションの文庫本です。数々の賞を受賞されていますね。私は読み始めてから読み終えるまで何度もページを閉じながらゆっくりと読みました。正直ぜひ読んでみてと軽々しく言える内容ではありません。それでも読んでよかったと強く思ったので、ここで少し紹介させてください。この本の舞台は東日本大震災で壊滅的な被害を受けた宮城県石巻市の日本製紙石巻工場です。津波によって工場の大部分が流され、機械は泥に沈み、社員の中には親戚や家を失った方もいらっしゃったそうです。そんな中で彼らが掲げたのが、半年で工場を再開するという目標でした。震災の映像や被災地の声というのは、これまでも何度となく目にしてきましたが、この本が向き合っているのは、決して綺麗事だけではありません。極限状態の中であらわになる苛立ちや人間の弱さ、醜ささえも描かれているんです。復興という思いで自分たちを奮い立たせながらも、心の奥に残り続ける痛みもあって、町や工場の再生と重なるように、人が自分自身を立て直していく姿が丁寧にそして詳細に綴られていました。作中には文庫を頼むと言われたら何があってもやる。一旦助けを預けられたらどんなに困難でも次に渡さなければならない。過酷な長距離走です。という社員さんの言葉が出てきます。そこからは仕事に対する誇りと使命感がひしひしと伝わってきました。この作品は震災と復興の記録であると同時に、組織とは何か、ものづくりとは何かを静かに問いかけてくる一冊でもあります。ここに描かれているのは、震災を経てもなお、自分の仕事をまっすぐに見つめ続けた人たちの姿です。ページをめくるたびに、紙の向こう側にいる作り手の存在を思い、私たちが手にするこの一冊が、どれだけ多くの人の思いによってここまで届いているのか、改めて深く考えさせられる作品でした。ということで8冊目は、笹良子さんの紙つなげ、彼らが本の紙を作っている。
再生日本製紙石巻工場でした。9冊目は橋本長道さんの覇王の譜。2022年に新潮社から出版された文庫本です。この作品はウェブ本の雑誌オリジナル文庫大賞と第35回将棋ペンクラブ大賞文系部門大賞を受賞されています。物語の主人公はプロ棋士になって7年、順位戦 C 級2組にとどまり続けている直江大。そんな直江に奨励会同期であり、現王座の剛力秀明がお前は一流にはなれんよと言い放ちます。旧友との間に横たわる目もくらむような実力差に心が折れかけるも、天才少年との出会いや機械の第一人者北上仁との対局、そして現代の使徒の猛特訓を通して少しずつ覚醒していきます。何者でもなかった青年が果たして何者かになれるのか、一人の成長と個性あふれる騎士たちの群像が描かれた一冊です。著者は元奨励会員ということで、将棋そのものの白熱した勝負はもちろん、機械の権力闘争や騎士たちの思惑、プライド、駆け引きといったその世界の厳しさと、そこで戦う騎士たちの内面も詳細に見えてきます。リアルな人間ドラマもこの作品の大きな読みどころです。橋本さんは将棋小説をスポーツ小説であり、競技小説であり、格闘小説でもあると言われていまして、静かなイメージのある将棋が実はこんなにも熱くて、思考と感情が真正面からぶつかり合うものなんだと読んでいて驚かされました。この作品は対局中の食事とかおやつの時間とかも描かれているんですね。で、この剛力の食べているものがもう本当に格闘家かなってくらいなんです。将棋ってそうなんだってね、ちょっとここにもびっくりしました。これまで読んできた将棋小説とはまた違った将棋界の一面が見えてきます。そして何といっても対局の場面ももちろん見応え抜群です。棋譜が細かく記されているわけではないのに、対局者の心の動きが指先の動きとか姿勢、視線といった体の細かな変化を通してはっきりと伝わってきます。静けさの中に響く駒音や長考の間に流れる沈黙。この動と静が同時に存在するその緊張感にどんどん引き込まれていきました。作中では AI 将棋にも触れられているんですが、だからこそ棋風に滲む人間性がより一層際立って感じられます。棋士たちの熱い勝負を味わいたい方にぜひ手に取ってほしい一冊です。関連して昨年紹介した将棋小説、サトシの青春もちょっともう一回ここで改めておすすめしておきます。こちらも人間臭さという面でとても好きな作品で、将棋小説が好きな方はぜひ合わせて読んでみてください。ということで9冊目は橋本長道さんの覇王の譜でした。10冊目は植松みどりさんの帝国ホテル建築物語。2023年に PHP 研究所から出版された文庫本です。カバーとタイトルに惹かれて手に取った一冊なんですが、いやー面白かったです。私は情熱を持った人たちの熱い物語が大好きで、まさにそういう一冊でした。史実をもとに描かれたフィクションで、登場人物は実際に当時の建築に関わった実在の人たちなんですね。なのでドキュメンタリーを見ているような感覚があって、読みながら何度も胸が熱くなりました。この作品には帝国ホテルの歴史と、そこに人生をかけた人々の濃密な人間ドラマが詰まっています。
物語の中心となるのは、世界一美しいホテル、東洋の宝石と称された帝国ホテル2代目本館、通称ライト館。その建築にかけた人たちの長い戦いの記録です。皆さんは帝国ホテルを見たことがありますでしょうか？その佇まいは圧巻ですよね。帝国ホテルは大正の初め、外国からの賓客を迎える日本の顔として新館建設が計画されました。そしてその大役を任されたのが20世紀を代表する建築家フランク・ロイド・ライトさんです。ライトさんは自然と調和する建築を理想として日本建築の良さも積極的に取り入れようとした方なんですね。だけどその理想の裏には莫大な建設費や度重なる設計変更、文化や価値観の違いによる衝突、さらには天災など数々の困難が待ち受けています。ライトさんの飽くなき強いこだわりに振り回されながらも現場を必死に支えた人たちの姿がこの物語の大きな軸になっています。その中心人物となるのが帝国ホテルの支配人、林愛作さん。そしてライトさんの助手となる若き建築家、遠藤新さん。この二人が理想と現実の間で悩みながら、それぞれの信念を貫こうとする姿が心に残りました。そして職人さんたちもまた、ライトさんの指示に振り回されながら、それでも俺たちで日本一のホテルを作ってみせると奮い立つ姿がもう熱いです。名前は残らないかもしれないけど、これを自分たちが作ったと胸を張って言える仕事があるというのは本当に素晴らしいですね。完成の瞬間にはどれほどの思いが溢れただろうかと、もう読みながら胸に込み上げてくるものがありました。現在ライト館は玄関部分が愛知県犬山市の博物館明治村に移築再建されているので、ぜひ行ってみたいですね。ということで10冊目は植松みどりさんの帝国ホテル建築物語でした。11冊目は藤岡洋子さんの春の星を一緒に。2025年8月に出版された単行本です。藤岡さんの作品は本当にいつも温かさに溢れていますね。取りこぼしてしまいそうな優しさや幸せをそっと差し出してくれるようです。本作は藤岡さんの満天のゴールという作品の7年後を描いた続編になっています。前作の出版からも8年経っているんですね。前作を読んでいなくても大丈夫なんですが、関係性や心情がより深く伝わってくると思うので、続けて読むのをおすすめします。この作品は緩和ケア病棟を舞台に、生と死に向き合う人々の姿を描いた物語です。ここで少しあらすじを紹介します。シングルマザーの看護師ナオは息子の涼介と寄り添いながら生きてきました。涼介が高校生となり進路を考え始めた頃、二人に大きな転機が訪れ、ナオは東京の緩和ケア病棟で働くことを決意します。死と向き合う日々の中で最後まで希望を持って生きるとはどういうことなのかを模索するナオ。一方で涼介は母と共有する大きな夢を抱いていきます。この作品は緩和ケアを題材にしているんですが、これが本格的に描かれているのは物語の後半からなんですね。前半ではナオの母としての在り方や、母を思うあまり自分の気持ちを素直に伝えられずにいる息子との関係が丁寧に描かれています。読んでいるうちに母と子、それぞれのこれからにそっと心が寄り添っていきます。作中で描かれている緩和ケア病棟には、
患者さん自身の意思で来られる場合もあれば、医師や家族の勧めで入られる方もいます。そこへ向かうことへのやりきれなさや複雑な思い、家族を残していくこと、そして残される家族のことを思うと、もう胸がぎゅっと締め付けられる思いです。誰にでもいつかを訪れる死について考えさせられる物語でもありました。作中にはこんな言葉が出てきます。亡くなる瞬間まで人は幸せを感じることができる。死は敗北ではない。緩和ケアや行く人、残される人、そのすべてに丁寧に光を当てながら、幸せなゴールに至る道のりを歩むことは、決して怖いだけではないと思わせてくれる作品です。患者さんに寄り添ったケアからは、残された人もまた、その人が懸命に生き抜いた姿をきちんと受け止めることができるのだろうなと思わせてくれます。生きること、死を迎えることへの優しい眼差しがあり、読後にはじんわりと心が満たされていきました。このなお自身も看護師として、そして母として、様々な出会いと別れを重ねながら成長していくので、そこもぜひ一緒に見届けてほしいです。ということで11冊目は藤岡洋子さんの春の星を一緒にでした。12冊目は伊予原慎さんの水雨の人。2025年7月に新潮社から出版された単行本です。こちらは2025年8月の投稿でも紹介していますので、そちらもぜひ見ていただけたらと思います。2025年は戦後80年という節目の年でもありました。私は長崎出身ということもあって、小学生の頃から原爆について話を聞いたり、学校で学んだりする機会も多くありましたが、今回この伊予原さんの作品を読むまで、猿橋勝子さんという方の存在を正直知りませんでした。科学で戦った人がいたということをこうやって知ることができたのはとても大きな学びだったように思います。この水雨の人は伊予原さんが初めて実在した人物をモデルに描いた作品です。女性科学者猿橋勝子さんは戦前から戦後という激動の時代の流れの中でキュリー夫人に憧れながら科学の道を歩み続けた女性です。幼い頃に雨はなぜ降るのだろうと素朴な疑問を抱いたことをきっかけに理系の道を志し、やがて戦後アメリカのビキニ水爆実験で降った死の灰による放射能汚染の実態を測定する研究に携わります。この作品を読んで印象的だったのは、原爆投下をした後の恩師の言葉です。発見したものと、それをどう使うかを決めたものに対して、人々にとっては我々科学者は同じ穴の無地なのだという言葉には、科学者であることの責任の重さを感じました。科学は世界を発展させる力を持つ一方で、人を深く傷つける道具にもなり得る。この作品はその側面にも触れられています。また勝子さんが放射能汚染のデータを携え、当時の超大国と向き合いながら、科学的に証明しようとする姿からは、勇気や誠実さも強く感じられました。ひたむきに科学と向き合った人生、研究にかける純粋な情熱、そして女性が道を切り開いていく困難さが、読み終えた後も静かに胸に残りました。ということで12冊目は伊予原慎さんの水雨の人でした。13冊目は同じく伊予原慎さんのブルーネス。2020年に文藝春秋から出版された文庫本です。こちらも2025年2月の投稿で紹介しているので、ぜひそちらも見ていただけたらと思います。
2025年は振り返ってみると、研究者を描いた作品も多く読んできたかなと思います。その中でも伊予原慎さんのこの作品の影響も大きかったかなと感じました。このブルーネスは研究者を描いた物語で、研究という営みや研究者という存在、そして組織の中で働くことの難しさや葛藤も描かれているんですが、登場するキャラクターたちが皆さん個性的なので、エンタメ作品としても面白いです。物語は津波監視システムの実現に手を貸してほしいという一言から動き出します。東日本大震災をきっかけに地震研究所を辞めた順平は、学会では異端とされている研究者武智に誘われます。武智のもとに集まったのは海洋工学や観測機器など、それぞれが高い専門性を持ちながらも個性が強すぎて組織に馴染めなかった、いわばはみ出し者の研究者たちなんです。そんな彼らは前人未到の津波監視システムという大きなプロジェクトに挑んでいきます。研究の世界は決して理想だけで進めるものではなくて、資金や組織、立場といった現実が常に重くのしかかってきます。それでもなお、誰かの命を守るために今できることがあるなら、それを一つも逃さないくらいやり尽くしたいという切実な思いが彼らをもう一度研究へと向かわせていくんですね。専門的な内容も多いのに難しさを感じることなく物語に入り込めるのは伊予原さんならではかなと思います。科学や研究に詳しくなくても人が何かを信じて挑む姿としてまっすぐに心に届く一冊です。ということで13冊目は伊予原慎さんのブルーネスでした。14冊目は森博さんの木島先生の静かな世界。2013年に講談社から出版された文庫本です。森博さんの作品は、私は S&M シリーズのすべてが F になるしか読んだことがなかったんですが、V シリーズや X シリーズなど、本当に多くの作品を書かれている作家さんですね。今回紹介するのは、どのシリーズにも属さない自伝的小説です。読み進めるうちに研究者の探求心や一つのことに向き合い続ける姿勢にどんどん引き込まれていきました。その一方でどうしても拭えない孤独や寂しさというのもちょっと見えてきて、読み終えた後残った感覚はまさにタイトル通りの静かな世界だったなと思います。物語は文字を読むのが苦手だった主人公が大学4年生で卒業論文のために配属された研究室で木島先生と出会うところから始まります。ただ主人公は勉強が嫌いというわけではなくて、試験のためだけに覚える勉強というのに意味を見出せなかったんですね。だからこそ木島先生と出会い、未知のものに対して自分で問いを立て、考え、突き詰めていくという研究の面白さに少しずつ引き込まれていきます。ここで描かれる研究の時間はとても静かなんですが、その静けさの中に確かな熱量も感じるんです。主人公は木島先生のひたむきさや誠実さ、その生き方そのものに強い憧れを抱くようになるんですね。同じ道を歩みたいと願いながらも、少しずつ、ほんのわずかずつ進む方向がずれていく、その距離感がとてもリアルに描かれています。木島先生のように、研究としていいものはいい、良くないものは良くないと、はっきり言える姿勢とか、好きなことだけをとことん追い続ける生き方というのは、本来とても強くて美しいことだと思うんです。
だけどその分バランスを重視する社会の中では生きづらさもあると思うんですね。かといって木島先生が不幸だったかというと全然そんなこともなくて、何かをとことん追求できる幸せというのも存在するんだなぁと感じられます。作中にある今研究であれはどうだろう、これはどうだろうと考えている時間そのものが幸せなんだよという言葉がとても印象に残っています。人生の中で一心不乱に好奇心を持って何かに向き合える時間がどれほど貴重なのか、静かにでも深く考えさせられる一冊でした。作中には木島語録と呼ばれる木島先生の言葉が数々登場しているので、そちらもぜひ味わってほしいです。今大学受験を控えている学生さんや、これから何かを深く学ぼうとしている方にぜひ手に取ってみてほしい作品です。ということで14冊目は森博さんの木島先生の静かな世界でした。15冊目は野崎まどさんのタイタン。2023年に講談社から出版された文庫本です。本作は SF 作品なんですが、仕事とは何か、なぜ働くのかという、とても現実的で切実な問いを真正面から投げかけてきます。時々哲学的な要素がありつつも、テンポの良さやところどころにあるコミカルなやりとりのおかげで、SF 小説としては比較的入り込みやすい作品だと思います。正直この物語で描かれる仕事の捉え方が自分の感覚とは少し違うかなと感じた部分も多少あります。だけどその違和感に出会ったからこそ自分はどう考えているんだろうと立ち止まって考える時間ももらえた気がします。舞台は人類が仕事から完全に解放され、思考の AI タイタンが社会のすべてを管理している世界です。主人公は心理学を趣味にしている内省聖華さん。ある日彼女のもとに数少ない仕事をする人である内蓮という人物が訪れ、不調に陥ったタイタンのカウンセリングをしてほしいと仕事を依頼してくるところから物語が動き始めます。この世界では仕事という概念そのものがほとんどなくて、大昔にあったらしいという感覚なんですね。家事も生活もすべて AI が担っている不便さのない快適な暮らしの中で、内省さんにとって仕事というのは重い責任がのしかかる辛くて大変なものなんです。だからこそ人生で初めて仕事と向き合いながら、なぜ人は働くのかという問いを少しずつ自分の問題として考えていきます。そうした問いが深まっていく中で、私が特に印象に残っているのが、内省さんとタイタンが目的地へ向かうまでの道中です。AI がふと見せる人間らしさやコミカルさ、自分の目で見る新しい発見や手足を動かして得る経験、そしてそれを誰かと共有する喜びというのが丁寧に積み重なっていきます。不便で効率的とは言えないかもしれないけど、人だからこそ得られる心の豊かさというのも感じられるんですね。そんな経験を重ねながら、なぜ働くのか、生きるためなのか、社会とつながるためなのか、この物語はそんな問いに一つの考え方をそっと差し出してくれます。その考え方が全員に当てはまるとは思わないけど、自分は何をどうしたいんだろうという考えるきっかけにはなると思います。この作品はぜひ仕事について悩んだことがある人、一度立ち止まった経験がある人に読んでみてほしい作品です。ということで15冊目は野崎まどさんのタイタンでした。今回は2025年に読んでよかった本を15冊紹介しました。
皆さんの気になる本はありましたでしょうか？ぜひ気になった作品を手に取ってみてもらえると嬉しいです。ここで皆さん明けましておめでとうございます。2025年も見ていただきありがとうございました。たくさんの方に見てもらえているのに、あまり更新できなかったのが心残りです。実はこの滞っていた間も、やる気だけはたくさんありまして、何度も出そうとして、録音したり編集したりしていたんですが、ちょっと体がついていかなかったり、本当にこれでいいのかなと臆病になっちゃったりして、お蔵入りしてしまいました。今年は体調万全に定期的に紹介していきたいと思います。ちょっと話は変わるんですが、昨年オーディオプレイヤーを購入しまして、ラジオを聞くことが増えたんですね。ちなみにお気に入りのラジオは福山雅治さんと津田健次郎さんです。それでラジオってなんかいいなと思って、ラジオみたいに本や読書に関するテーマで皆さんの〇〇というのを聞けたらいいかなとちょっと考え中なんですが、どうでしょうか？もしこういうのあったらいいなというのもあったら教えてもらえると嬉しいです。ということで、今年もたくさん読んでたくさん更新していきたいと思いますので、見かけた際はちょっと覗いてもらえると嬉しいです。それでは皆さん、今年もどうぞよろしくお願いします。